こんにちは、みえこです。今日は三角形の形の布をたくさん縫いつないで作るポーチの作り方のご紹介です。仕立てがとっても簡単なんですよ。マグネットフックをつけて仕上げましたが、ファスナーつけても作れますよ。では作り方のご紹介です。まずはこの長い布を10センチずつに印をつけます。そして印と印を線でつないでこのラインに沿って切ります。で、薄い色の布が21枚必要ですよ。そしてこのすでに切った布を型紙にして切ります。はぎれを使うといいですよ。切った布を並べます。大きな六角形ができます。で、ここを縫いますが、三角形を縫うコツがあるのでご紹介します。わかりやすいようにこの赤と白の布でご案内しますね。まず針で縫う順番に布を合わせて留めます。ぴったり合わせてくださいね。で、これをミシンで縫います。最初に縫うときはこのようにぴったり合わせて縫います。そして2回目に縫う時ですね。この時は三角形の頂点上に出る分を少し出して縫い終わりの布を合わせます。で、また次を縫う時も縫い代を倒して縫い終わりをきれいに揃えます。このように縫い終わりを揃えて縫います。
のようにできますよ。次にアイロンで縫い代をきれいに整えたら余分な布を切ります。はい、きれいにできますよ。で、この方法で全部縫います。次にこの縫ったものを1列ずつ縫いますが、縫い代の倒す方向注意してくださいね。白いベースの布を優先して縫います。そしてこのようなトップができます。そしたらキルト綿の上に乗せて刺繍しました。接着キルト紙を使っています。そして余分なキルト綿を切り落とします。次に裏布を切ります。裏布はトップより2センチ大きく切ってください。大体で大丈夫ですよ。次にこのように一つの角の4センチ手前から縫い始めて、このように縫います。これはポーチの入れ口を縫っています。2箇所このように縫います。そしたらキルト綿の角をこのように4箇所切ります。続いて返し口の角にあたるところですが、ここ裏布とキルト綿に切り込みを入れます。これも4箇所入れます。ミシンで縫ったラインのギリギリのところまで切るといいですよ。切りすぎにはご用心ですよ。このミシンで縫った部分の裏布を切ります。
続いて裏布に接着キルト綿を貼り付けたら、ポーチの入れ口に刺繍しました。ミシンで縫っても OK ですよ。続いてトップをこのように半分に折ります。これはまちを折っているところです。針で留め、ミシンで縫います。2箇所折ってくださいね。端からミシンで縫います。キルト綿のある部分縫いますよ。だいたい1センチぐらいのところを縫ってくださいね。右と左2箇所縫います。はい、このように作ります。続いてキルト綿が少し邪魔になるのでカットします。そしてこの裏布を使ってこのように折って布の端をきれいに始末します。折ったところをミシンで縫うだけですよ。はい、このようにできます。そしたら表に返すとできてますよ。で、マグネットホックをつけてもいいですが、ファスナーつけるの上手な人はファスナーつけてください。20センチがちょうどいい大きさですよ。で、私はこれ好きなのでこれつけます。で、つけ終わったらこの端の部分が少し布の端が出ているので刺繍糸できれいにかがりましたが、ミシンでジグザグミシンでも良さそうです。完成です。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。